はい、こんにちは。発酵調味料教室の早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ちょっとこちらの、慢性上咽頭炎の、セルフケアについてお話をしていこうと思います。慢性上咽頭炎ってあまり聞き慣れない、炎症の名前というか、病名というかだと思うんですけれども、結構この上咽頭っていうところに炎症を起こしている方が、最近多いといったところがありまして、で私もですね、実際にその慢性上咽頭炎というものを結構長く慢性的に炎症が起きているっていう状態になっていまして、でそれをやっていくにあたってですね、そのセルフイートって、ちょっと後から説明細かいことするんですけども、セルフイートというものがあるので、そのセルフイートのやり方をですね実践してお見せしようかなと思って、今回は動画を撮っています。なので、まずはじめにですね、慢性上咽頭炎って、何なのか、どういう、炎症なのかっていうところを説明させていただいて、簡単な説明になるんですけども、何なのかっていう話をして、でその後にですね、実際にそのセルフイート、昔は B スポット療法と呼ばれていたものなんですけれども、そのセルフイートのやり方をですね実践して、お見せして、そういったことをですねやってみたいけれどもなかなかちょっと勇気がないとか、そういった方のためにですね、実際にやっているところをお見せしていこうかなと思っております。はい、ということで、慢性上咽頭炎ってまず何なのかといったところなんですけども、まずこの上咽頭ですね、上咽頭というのがこの喉の辺にあるんですけれども、喉っていうかもうちょっと上の方なんですけども、ちょっと図がなくて分かりづらいんですが、この鼻の奥ですね、鼻の穴ずっといって口とつながっているんですけれども、その鼻の穴から10センチぐらいですね、どんどん奥に進んだところの、喉の一番上の部分ですね。なんでこうやって入っていって、ちょっと喉の上の方っていう感じですね。喉のこの辺まではいかないんだけれども、鼻と喉のちょうど間ぐらいみたいな部分ですね。それが上咽頭という部分があるんですけれども、例えばですね、インフルエンザの検査って鼻から綿棒みたいなの突っ込んで検査しますよね。喉からとか、すると思うんですけども、それでゴシゴシってこすられることがあると思うんですが、その部分ですね、その、インフルエンザの検査とかするときにゴシゴシってこすられる部分が、上咽頭という部分になります。で、そこが、ジョイントなんですけども、口をですねって開けて中を見ようとしても、喉チンコがあって、その奥の上咽頭ってところは目では見えないんですね。なので自分で目視することは、できないという部分ですね。なんで直接自分で見るってことはできないんですけれども、もちろんお医者さんとかに行って、耳鼻科とかに行ってもですね、耳鼻科の先生が見ても直接見るっていうことはちょっと難しい部位なんですけれども、一応もう本当に手が届きそうな位置にあるという感じですね。で、ここにある上咽頭っていう部分がですね、炎症を起こしている状態、それを上咽頭炎というふうに言うそうなんですけれども、その状態がですね慢性化してしまうということが結構あるようなんですよね。で、その上咽頭、なぜその上咽頭という部分が炎症を起こしてしまうかっていう原因ははっきり分かっていないそうです。なんですけれども、こういうのが原因なんじゃないかって言われているのが、例えば、細菌感染とかウイルス感染とかですね、あとは体が冷えていたりとか、疲れが溜まっていたりとか、あとストレスとか、空気が乾燥している状態だったりとか、あともともとこのアレルギー性の鼻炎花粉症とかですね、そういったもので副鼻腔炎とかがあったりとか、あとは鼻炎によってその後鼻漏といって鼻水が喉の方に降りてくるという状態ですね。そういった後鼻漏の影響でなったりとか、あとはですね、この上からその
ね、入り口の方から来るっていうのもありますし、あと逆流性食道炎ですね。逆流性食道炎ってこの食道のところに胃液がちょっと上がってきちゃうみたいなストレスで胃炎になったりとか十二指腸炎になったりとかっていうことがあると思うんですけども、そのストレスとかが原因で胃酸が上に上がってきてしまって、その酸によってこの食道の部分が炎症を起こすっていうのが逆流性食道炎っていうのがあるんですけども、そういった食道の炎症から上咽頭に来るっていう場合もあるというふうに言われています。でその奥の上咽頭っていう部分なんですけれども、役割としてはいろいろあるんですが、細菌とかウイルスがこの鼻とか口とかから、侵入してきた時の、免疫の役割を、担っています。なので鼻とか口とかからいろんなですねウイルスとかが入ってきた場合に、まずはその上咽頭、もちろん鼻から入ってきたら鼻毛とかでいろいろブロックとかするんですけども、まずは大きな関所の一つとしてこの上咽頭っていうところですね。上咽頭っていうところでこの免疫が働いて、ウイルスとかが入ってきたら、そこの上咽頭にある、免疫機能が働く、リンパ球がですね活性化して、免疫が働いて、そこで入ってきたウイルスに対して戦えるか戦えないかっていうので、そこで撃退することができれば、その、ウイルスとか菌がですねそれ以上この体の中に入ってこないので、全身の症状を出ることが防げるというわけなんですけども、その関所がですね、うまく免疫で戦えなくて通過してしまうと、また他の部分で、免疫が働いていくということになります。でいろんなですね鼻炎とかって慢性的な鼻炎を持っている方とかも結構現代多いと思うんですけれども、例えばですね常に鼻水が詰まっているってほどではないんだけれども、常に鼻水がちょっとドロッとしたのがあるような状態で、それが喉に降りてくるっていう症状、いわゆる後鼻漏というものですね。後鼻漏ですね。これ後の鼻の漏れるって書いて後鼻漏っていう風に読むんですけども、普通にしてたら大丈夫なんだけども、寝転ぶとこの鼻から鼻水が下に喉の方に降りてきて、でそれでなんかちょっとこの辺が苦しいみたいな、この辺なんか痰が絡んだような感じになるとか、そういった後鼻漏、あとはですね喉が結構イガイガすることが多いとかですね、喉のイガイガですね。あとは痰が絡んでもう全然絡みが取れないっていう、方ですね。結構慢性的に痰が絡んでいるっていう方ですね。あとは、ちょっと喉の奥の方が何かが詰まっているような感じがしてちょっと飲み込みづらいとかですね。こういったですね後鼻漏だったり、喉がイガイガするとか、痰が常に絡んでるとか、喉が詰まったような感じがするみたいな、症状がですね結構慢性的にある、常にあるっていう方はですね、鼻炎、ただ単に鼻炎とかですね、副鼻腔炎とか、副鼻腔炎っていうとこの辺とかにね膿が溜まってしまうような病気なんですけども、そういったものだけじゃなくって、実はこういった症状がある場合はこの慢性上咽頭炎が疑われるそうなんですね。なのでもう長年ですねちょっと鼻炎で苦しいと、その鼻炎によって、元はそのアレルギー性なのか何なのかわからない、風邪によるものなのかとかですねあるかもしれないんですけども、その鼻炎とかによっても副鼻腔炎が起きていたりとか、そこまで鼻炎はひどくないんだけれども喉に降りてきて喉の辺の状況があまり良くないっていう方はですね、やっぱり上咽頭っていうところの炎症を疑う、といいといったところなんですよね。それが原因である可能性が結構高いというふうに言われています。なんで多分上咽頭っていうのがどこにあるかわからないので、上咽頭が今痛いみたいな風に感じるのはちょっと難しいんですけれども、なんとなく喉が痛いなとか喉がイガイガする、喉に違和感があるなっていう場合は上咽頭が炎症を起こしている可能性があるということなんですね。
でかつですね、その慢性上咽頭炎、慢性的に上咽頭に炎症が起きているっていう方はですね、この最近流行りの副腎疲労だったりとか、あとは甲状腺機能が低下するっていう、甲状腺機能低下症ってやつですね。こういったものもセットでなっている場合が多いそうなんですよね。副腎疲労って言うと腎臓のちょっと上にあるポチンってついてる臓器が常に疲労してるみたいな状態で、副腎疲労があるといろんな症状がいろんな悪い症状ですね、疲れやすいとか寝不足とかストレスとか、いろんな、悪い症状が出てくるというふうに言われてますし、甲状腺機能もですね低下しているのと、更新しているのって、ちょっと症状違うんですけども、やっぱり、上咽頭炎がある方は副腎疲労、甲状腺機能低下っていうのがセットで起こっている場合があると、そういう場合が多いっていう話ですね。なので3つともあるとやっぱり体が相当辛いんですよね。その鼻炎とか喉とかだけじゃなくても全身的に常にだるいとかですね、疲れやすいとか頭が痛いとかですね、いろんな症状が出てきてしまうというわけなんですね。なのでですね、やっぱりそういうさまざまな全体的にだるいとかいろんな症状があってかつ、こういったですねちょっと鼻炎っぽい喉がイガイガとか喉鼻漏とかっていう症状がある方は、この上咽頭の炎症っていうのを疑って、一度ですね病院にかかってみるといいんじゃないかなというふうに思います。で耳鼻科にですね行くと思うんですけれども、耳鼻科で、治療をするってなると、大抵が検査してですね吸引とかしてですね、鼻の通りを良くしたりとかで、大体お薬いただきますよね。抗生物質と、除痰剤、痰を切れやすくするやつとか、そういったものを、処方されると思うんですけれども、正直ですね、私も何回かその鼻炎で、耳鼻科に行ったことがあるんですけれども、確かにその抗生物質を飲めばその時の炎症っていうのは収まるんですけれども、やっぱりすぐに再発してしまうんですよね。であと除痰剤とかを飲んでもそのはっきりとですねその痰がすっきりきれいになくなるってことはなかなか難しくてですね、本当に一過性の風邪でなってるっていうだけだったら、いいかもしれないんですけれども、やっぱりこうやって慢性的な症状が起きてしまっている場合はなかなかですね病院で処方されるお薬とかを飲んだりしても良くならないということがあると思います。でそんな場合にですね、治療方法、この慢性上咽頭炎の治療方法としてですね、一つ、あるのが有名なのがこの上咽頭擦過療法というものなんですね。この上咽頭擦過療法っていうのは別名というか呼び名がイートっていうふうに、これちょっと何の略か忘れちゃったんですけど、これ EAT って書いてイートっていうふうに読みます。でこういうちょっと画期的なというか治療方法があって、これ昔はB スポット療法というふうに呼ばれていました。今も B スポットっていうふうに言う耳鼻科のお医者さんとかもいると思うんですけども、今は結構こっちのイートの方が呼び方としては主流かなといったところですね。でこの B スポット療法イートですね、イートをじゃあ耳鼻科に行ってやってもらったらいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけれども、実はこの療法っていうのを実際に実施している耳鼻科の、医院、クリニックとか病院とかっていうのは非常に少ないんですよね。一つの県にどうですかね、3つ4つあるかないかぐらいしかないんですよ。東京の都心とかに行っても本当に数えるぐらいしかないっていうぐらいこの療法を採用している耳鼻科が少ないんですよね。なのでもしこれをやりたいっていう場合は、しっかりですねインターネットとかで検索をして自分の住んでいる地域の近く
での耳鼻科でやっているところを探していかなきゃいけないっていうのがまず一つハードルが高いところです。なので私が住んでいる県にもですね、県とかも通える範囲だと2カ所しかなくてですね、一つ行ったことはあるんですけれども、で、探してじゃあ見つかりましたと、通えますというところにあったとしてですね、じゃあやりましょうってなった場合にですね、もう一つちょっとネックなのがあって、それが何かというとですね、このイートってめちゃくちゃ痛いんですよ。もう死ぬほど痛いんです。どういうことをやるかっていうとですね、やり方としては、ちょっと医療用のこういう細いちょっと長い綿棒をですね、後でちょっとお見せしますけども、細長い綿棒で、綿棒のその先に塩化亜鉛っていうちょっと薬っていうかつけて、塩化亜鉛をつけてですね、でそれを喉から押し込むんですね。ガーって入れて、喉にガーって入れて、でそこの上咽頭のところにこうなんていうんですかね、この擦過療法っていうんでこするんですよ。そのインフルエンザの検査されるみたいな感じのところをものすごくその塩化亜鉛を塗ってるのですごい刺激が強いんですけど、それをガーってこすってみたいなことをするんですね。でそれがですね、多分その上咽頭に炎症が全く起きてないっていう方であればそこまで痛くないと思うんですけども、上咽頭に炎症が起きている状態でこれをやるとですね、もう本当にもう涙が出るなんてもんじゃなくてめちゃくちゃ痛いんですよ。本当にもうギャーっていうぐらい痛いんです。なので非常に治療としては、治療される側としてはめちゃくちゃ辛い治療法です。しかもそれ1回やったらそれですっきり治るっていうわけではなくて、やはり症状にもよると思うんですけども、何回かは通ってやらないといけないということもあります。なのでまずはその耳鼻科自体がやっているところが少ないっていうところと、やっていて通えるってなったとしても非常に自分は辛い思いをするみたいな、もちろんそれをやってその時は辛いんですけれども、良くなる、それで良くなるっていう方はそれで良くなるのですごくいいと思うんですけれども、なかなかですねその続けられるっていうところも、ちょっと難しいかなっていうところがあるので、病院でやるよりは若干こう緩くはなってしまうんですけれども、このイートをですね自分でやるっていう方法も実はあるんですよね。なので、自分でやるんだったらこう好きな時にですねちょっと加減とかしながらできるっていうところがあるので、それをセルフイートというふうに言いますけども、そのセルフイートをやっていくといいんじゃないかなというところで、この慢性上咽頭炎とかが疑われる、もちろん病院に行ってですね上咽頭炎ですよって言われた方もですし、病院に行ってなくてもですね、なんとなくこういう症状があるから辛いから治したいっていう場合にこのちょっとセルフイートっていうのをおすすめします。で実際ですね私もちょっとやっているんですけれども、これやるとめちゃくちゃ気持ちいいです。本当鼻炎とかで悩んでいる方はこれやってみたら、最初やるまではめちゃくちゃ怖いんですけれども、やると本当に奥から鼻水がこういっぱい出てきてですね、気持ちいいんですよ。後がすごくすっきりします。なのでですね、そのセルフイートがおすすめなので、ぜひ勇気がある方はですねやってみていただくといいかなと思って、で今日はそのセルフイートのやり方をちょっとですね解説していこうと思います。でちょっとそれやりながら喋れるかどうかわかんないんですけども、ちょっとやってみようかなと思います。でまず、用意するものがあります。何かというとですね、こういったですねこういった細長い綿棒なんですね。これが、医療用の綿棒なんですが、綿リップっていうものでして、こういった、感じですね。でインターネットで検索すればどこかかんかで売っているので、これの品番とかがいろいろあってですね、この先っちょのところがこう細長い感じの先っちょになっていて、もう全体も長いっていうこういうやつですね。でこれ綿ティップですね。綿ティップの、品番が5パッ
ク入りの1503ってやつですね。これ5パック、5パックじゃなくて 5P 入りですね。5P 入りの1503っていうのが一番細い使いやすい感じです。なのでメインティップでこの番号を検索していただければ出てくると思います。でこれ少量でも売ってるんですけども、あんまり売ってないのかな。少量でそんなに売ってないので、買う時は多分爆買いする感じになると思うんですね。どれぐらい爆かっていうとですね、私はこれですね、こういう感じのこういうでっかい箱に入ってるこの 5P 入りのやつが、300個入ってるやつです。こういう単位でしかおそらく買えない感じなんですよね。多分もっと少ないのあると思うんですけども、だいたいこれで300入って8000いくらみたいな、そんな感じの価格帯なんですが、でこれがこれわさーってこう入ってるんですね。なんか病院に置いてあるやつみたいな感じなんですけど、これを購入して、これ毎日ですねやっていくといいので、どうせ使うんだからっていうことで、大量購入して、おります。でこれをですね、一つこれ取り出してこういう感じのものなんですけども、でこの綿棒のこの先っちょのこの部分ですね、この綿棒のところに、通常の病院であるこの糸であればですね、その塩化亜鉛っていうのを塗布して、でそれを入れて、喉からやる場合が多いですね、病院の場合は。なんですけどもセルフ糸の場合は、鼻から入れていきます。で塗るものとしては、できればその塩化亜鉛がいいんですけども、塩化亜鉛って、なかなかちょっと手に入りにくいというか、若干ちょっと怖いっていう感じがするので、痛いんですよね。痛いので怖いので、私はですね普通に塩水とかでいいんですよ。これの先っちょに塩水をつけるっていうので全然いいんですけれども、あとはにがりとかですね、にがりでもいいと思います。一応これ抗菌のやつなので、いいと思うんですけど、私はですね、にがりとか塩水でもいいんですけども、これいつも使っているこれマグネシウムのオイルのスプレーっていうやつなんですけども、これについてはですねちょっと別の動画でマグネシウムに関して詳しく解説しているところでお話ししているので、そちら見ていただくといいと思うんですけども、このライフフローっていうところのマグネシウムオイルを私は使っています。でこれ自分の勝手な自己判断でこのセルフイートにこのマグネシウムオイルを使ってるんですけども、これもしこれすごい素人判断で使っちゃってるので害はないと思うんですけど、ちょっとそれやめた方がいいよっていう、もしですね専門家の方とかが意見あればぜひご意見いただきたいなと思うんですけれども、私は今のところですねこれを使ってやっています。はい、ということでですね、でこれをこう封を切ってよいしょで出しまして、こんな感じの細長い、ものになっています。でここの先っちょに、マグネシウムオイルとか何でもいいんですけどつけて、で鼻から差し込んでずっとこの上咽頭のところに入れていってツン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 みたいな、要はこの擦過するんですね、こするということをやっていきます。で、1日2回ぐらいとかですねやると、いいんですけれども、じゃあ実際に、やってみようと思います。でこれいくらちょっと薄い塩水にしたとしてもやっぱり炎症が起きている方は痛いんですよ最初。でこんな感じでちょっと、垂らしてですね、これをこれつけて、たっぷりこれで濡らします。で濡らしてでここからちょっと怖いんですけど、ちょっとびっくりするぐらい鼻に入っていくので怖いんですけど、でこれをですねこれを鼻に入れていきます。こんな感じで。で鼻の穴に入れて、で、その鼻腔に沿ってですね、入れていくので、この上側に沿わせるんじゃなくて下側に沿わせて、その鼻の、壁の下の壁に沿わせてこうやってグーってこれ見えますかね、どんどんこれ入ってってるんですけど、
うやってずっとちょっと回しながら入れていくと入りやすいですね。でずっとこうやって入れていくとだいぶこれ入りましたね。わかりますかね。だいぶ入ってでずっと入れていくとちょんって突き当たるところがあるんですね。奥の方に突き当たりが出ます。もうこれ以上入らないなっていうところがあるので、その突き当たったところが上咽頭なんですね。なのでこう入れていって、突き当たったところのあたりを、そこの突き当たりだけじゃなくってその周りとかもですね、ツン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 って感じでこんなツンツンツンって、やって刺激を与えていくって感じですかね。このツン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 ってして、こすったりぐるぐる回したりしてそのあたりに刺激を与えていきます。でやっぱ人によってはめちゃくちゃ痛いとかあると思うんですよね。なんですけどもめちゃくちゃ痛いってことはやっぱり炎症が起きているということらしいので、こんな感じでですね、長さ的にはここぐらいまで入るというところですね。でこうやってグーってやっていただいて、結構これね慣れてくると気持ちがいいんですよ。でやってよし OK ってなったらこれ取りますでどんどん感じで取ってという感じでやります。できましたね。喋りながらでもできましたね。はい。で反対も同じようにやるというところなんですね。で、この使った綿棒をこう見るとですね、炎症がめちゃくちゃ起きている場合はここに血がついたりします。で血がつくとびっくりするかもしれないんですけども、結構血がつきます。炎症がすごい起きている方は血がついても別に当たり前ぐらいに思っていいと思います。で、私は今ついてないんですけど血がついたり、あとは本当になんていうんですかね、鼻炎で、鼻水が海みたいな感じになってるとよくですね、ちょっと風邪ひいて鼻炎がひどいっていう時にこう鼻を噛んだ時に青い鼻が出てくることってあると思うんですけど、青っ鼻みたいなやつですね。あれがついてきたりとかします。で鼻を噛んでもそれが出てこないんだけども、これをやるとこれについてくるっていうことはやっぱりその上咽頭のところにその炎症した、海みたいなのがへばりついてるっていうことなんですよね。なんでこれをやってそれを取り除くことで非常にすっきりします。で、この後ですね、鼻をしっかり噛んでいただいて、しっかりうがいもしていただいてってすると、その上咽頭のところに、へばりついていた、汚れとか海とかですね、そういったものがきれいに取れたりしますので、すごくですねすっきりと、してきます。でめちゃくちゃ痛いんですよね。血も出ますしやっていて痛いんですけれども、これを、1日大体2回やるのがおすすめでして、朝晩とかにですねやっていただいて、どんどん続けていくことによって、こういった慢性上咽頭炎の症状が緩和していくというふうに言われていますので、実際私もですねこれやり始めてどうですかね、1ヶ月ぐらい経つんですけれども、結構変わってきます。やっぱりここに炎症があるなっていうのがもう分かるし、日によって今日はすごい痛いっていう日もあれば今日は全然痛くないっていう日もあったりしてですね、自分のその体調のバロメーターとかにもなりますし、何せやると気持ちがいいんですよね。その後いっぱい鼻水が出て、若干そのやった後 2,3 分がちょっと苦しいんですけども、その後本当にすっきりしていい気分、鼻を噛んでも出ないってやつが出たりとかするので、非常にこれおすすめですね。で、これをこう毎日続けていっていくことによって、こういったですね喉がイガイガするとか痰が絡むとか、鼻炎で高鼻漏になっているとかですね、そういった症状が改善されてこればですね、合わせて、副腎疲労とか甲状腺機能の低下とかそういったちょっと関連しているような、症状とかも、緩和できるといいかなというふうに思っております。はい、ということで今日はですね、慢性上咽頭炎に対する、セルフイートの、やり方について実践を交えてお伝えしました。ということでまた、
次回も、最後までご覧いただけると嬉しいです。今日もありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。